アメリカ出身、琉球大学フー・マイケル・コリンさん。演題はニヌファー節です。どうぞ。Hawaii e ku'one hana o e, ku'uhome kulai nei, olino au ina ponolani o, Hawaii aloha e. これは小学生の時に習ったハワイ語の歌です。あれから15年ほど経ちましたが、今でもはっきりと覚えています。ハワイでは学校でハワイ語やハワイの文化、歴史も教わります。厳密に言えば、私にはハワイの血は入っていません。私の父は中国系移民の2世、母は沖縄系移民の3世だからです。でも私はハワイで生まれ育ったので、ふるさとのハワイをとっても誇りに思っています。さて、皆さんはハワイに行ったことがありますか？ハワイでは人の名前、地名、歌、いろいろな場面でハワイ語を見聞きすることができます。ハワイ語はハワイ州の公用語の一つとされているからです。保育園から高校までハワイ語で教えている学校もあります。しかしハワイ語がなくなってしまうかもしれない大変な歴史がありました。1896年、ハワイ王国はアメリカに占領されました。ハワイ語は禁止され、英語を使うように強制されました。沖縄でも昔、学校で島言葉を使ったらこのような方言札をかけさせられました。ハワイでも学校でハワイ語を使ったら先生に棒で叩かれるなど罰を受けました。ですからハワイ語は日常会話で徐々に使われなくなってきて、話せる人もだんだん少なくなりました。しかしこれではいけないとハワイ語の復興運動が起こり復活できたのです。では沖縄の島言葉はどうでしょうか？私は沖縄に来て島言葉を聞く機会が思っていたより多いなと感じました。タクシー運転手のおじさん、公設市場のおばさん、親戚のおじさん、おばさんも島言葉を使います。現在沖縄では島言葉が話せる人が少なくなっていますが、まだ最悪の状態ではないと思います。島言葉はまだ生きています。今こそ島言葉にもう一度命を吹き込まないともったいないと思います。しかし私は日本語を使うのをやめて島言葉に完全に切り替えるべきだと考えているわけではありません。ハワイ語と英語のように島言葉と日本語が同じように日常的に使われるようになったらいいのではないかと思っています。若い人の中には、なんで方言習いたいのとか、方言習って何するという人もいます。確かに進学にも就職にも役に立たないのではと疑問に思う人も多いと思います。そのような疑問に私はこのように答えます。私の先祖はもともと日本語ではなく島言葉で話していたのです。ですから先祖の言葉が話せるようになることで、私は先祖とのつながりがより強く感じられるようになったのです。私はニューヨークやロサンゼルスなどでも生活してきましたが、生活環境は変わっても変わらないものがあります。それは自分の言葉です。服装やヘアスタイルなどは絶えず変わっていますが、使っている言葉はもっと変わりにくいようです。今でもアメリカ、ブラジル、ボリビアなどに母語として島言葉を話す人が残っています。島言葉イコールうちなんちゅではありません。
うちなんちゅはどんな人のことなのか定義は人によって違うからです。うちなんちゅというのは沖縄で生まれた人のことですか？青森が大好きな人のことですか？名前が近所とか大城とかうちな名字の人のことですか？ただ言えることは、うちなんちゅにとって大切なものは島言葉だということです。沖縄を離れた時、島言葉を耳にすると嬉しくなりませんか？島言葉が沖縄と私を結びつけているという気持ちが、という喜びを感じさせてくれます。海に船を出した時、目印とした北極星ニヌファ節、島言葉はうちなんちゅとしてのまさにニヌファ節、道しるべだと思います。ですから島言葉が消えてしまう時、うちなんちゅは存在するかもしれませんが、うちなんちゅの魂が消えてしまいます。今こそ島言葉を私たちの身近な言葉にしようではありませんか。あんま浅い本当やこのスピーチうちなぐちしぶさいびいたしがないでなんだ普通よ国からこんまがんかい私も言葉ちてていちゃびらまむていちゃびら世界のうまんちゅするていちばてちま言葉かたていちゃびら一平二平でびた